中年オタッキーです。フィルム写真に元気がなくなっている今日この頃でありますが、オタッキーは今日もフィルムで写真撮ってました。まあ今日はね、カラーネガ、期限切れ、超期限切れのカラーネガとね、あと C200 でも撮ってたんですけども、まあフィルムがね、存在し続ける限りはフィルム押しでいこうとは思っています。そんなわけで今日も強烈にフィルムを押していくんですが、今日使ったカメラはこいつですね。はい、ニコン F5 になります。このニコン F5 を使った理由はやっぱり露出制御がね、的確であろうということで、使ったんですけども、何をやったかっていうと、コダック WX のスーパー増刊現像なんですね。ISO12800 で撮影してみました。まあ、フィルム写真の限界に挑戦するというね、内容になっているんですが、果たして感度12800に到達したのか、画質はどうだったのか、この辺をやっていこうと思います。それでは動画スタート。はい、このコダック WX の増刊現像なんですがね、結構ドリームロコモーティブ様が挑戦していましてですね、で、3200までは結構ね、いい画質で成功しているんですよね。で、まあ、6400に行くのもいいかなとは思ったんですが、12800行ってみたかったんですよ。まあ、なぜかというと、12800を設定できるカメラがこの世に存在するんですね。まあ、キヤノン A1 なんですけど、キヤノン A1 の12800っていう感度を見た時から12800ってどうなんだろうなというのをね、夢に思っていたわけなんですね。で、結局フィルムでね、12800っていうのは出なかったんですけども、まあ、多分ね、その世界中探せば12800増刊現像に挑戦した人はいるんでしょうけど、まあ表には出てきてないんで、まあオタッキーがやろうじゃないか。ということでね、比較的増刊体制がね、強そうなね、コダック WX。まあドリームロコモーティブ様のね、3200を見る限りでは、かなりいい感じだぞという感じで見えましたので、いきなり6400を飛び越えて、増刊現像に、12800にチャレンジしたというわけですね。で、このニコン F4 をね、使った理由は先ほども言ったようにね、露出制御は正確であるということなんですけども、残念ながらね、ニコン F4 はね、ISO 感度ね、12800には対応しておりませんでした。6400までだったんですね。ここにね、今6400って出てますけど、6400が上限だったんですよ。で、もうプラスにしようと思っても、できないんだな。6400の上にしちゃったらもう DX コードのマークになってしまいます。6400の下は5000か。うん。で、そんなわけで、しょうがないんでね、プラス補正してきました。まあ、1段プラスにすると12800なんでね。で、全部プログラムオートでシャッターを切ってきたわけなんですね。で、まあ、コダック WX でね、12800で撮影して、現像時間がね、富士スーパープロドール、50% 希釈で、液温が26度。で、現像時間が25分。まあ、長かったです。25分間ね、1分間に1回ね、ちょっとずつ攪拌してね、だんだんね、飽きてくるっていうかね、まあ、1分間経ったのを忘れるぐらいのね、状況に、最後の方になってましたけど、まあ、25分間ね、現像してきました。果たしてどんな画質になったのか、12800の感度は到達できたのか、ここからはね、作例になってまいります。はい、作例なんですけどもね、まあ、かなり厳しい場所、厳しい条件でね、撮影したんですが、一応映ってます。一応映ってるけどね、多分12800までは届いてないんじゃないかなと思いますね。流浄感もね、なかなか出ております。こちらの写真はね、ちょっと後ろの正面の方に露出が振られてしまっ
った感じですね。で、この写真を見ればね、よくわかるんですけどね、やっぱりね、2段ぐらいアンダー、3200ぐらいしか出てないかもしんないですね、もしかしたらね。まあ、写真にもよるんですけどね、これ条件が厳しい、人工照明なので、コダック WX は実はね、デイライトよりも人工照明の方が感度が落ちるという。デイライトで ISO250、人工タングステン光では200というね、フィルムなんで、もしかしたら条件的には厳しかったのかもしれませんが、結構光がたっぷりあるところでは、まともに映っておりますね。まあ、流浄感はね、さすがに25分も現像したらバリバリに出てまして、まあ、回調もね、ほとんどないと、ラチチュードがないような状況になっておりますね。こちらもそうですが、かなりアンダー写真になってしまっております。まあ、6400で撮影したら、もしかしたら結構出たのかもしれないんで、今度6400に挑戦しようかなとは思っています。まあ、12800はさすがに厳しかったかと。で、もっと現像時間を伸ばしたらいいんじゃないのっていう話なんですが、もう現状でかなり流浄感出ていますので、これ以上伸ばすのもちょっと難しいかなと思ってます。アンダー写真はね、露出がアンダーの写真っていうのは基本的に粒子が荒れるので、この現像時間で6400でどうかなっていう感じで今は思っています。そしたらちょっとは流浄感マシな写真が出来上がってくるんじゃないかなと思いますけど、まあ定かではないんですけどね、日中デイライトで12800で撮ってっていうのもちょっと考えたんですが、いやまあ、それはあまり意味がないかなと。12800で撮りたいのはやっぱり暗い場面なんで、まあ、人工光では少なくとも、コダック WX で12800には到達するのは難しいかなという残念な結果になりました。これ、イルフォードデルタの3200とかもありますけど、あれはどこまでいけるんだろうかなっていうね、ことを今考えておりますが、通常のね、400のフィルム、まあ、例えばケントメアだとか、その辺のね、400のフィルムを増刊してもね、多分1600ぐらいでめちゃくちゃザラザラになるんですよ。もうほんとむちゃくちゃザラザラになるんで、それを考えると今回の WX の増刊現像は流浄感はかなりマシな方だと思います。もしかしたら6400で使えるかな。もう一回、ニコン F4 に、フィルム装填してね、もう一回撮ろうかなとも思ってますね。増刊現像ね、まあ、3200ぐらいまでに抑えておくのがベストかもしれません。で、WX の場合は先ほど申し上げたようにね、デイライトとタングステン光、人工光では、感度が違うっていうのも、まあ、抑えておくべきポイントだとは思いますね。トライ X でもやってみようかな。トライ X で増刊現像したらどうなるんだろうね。トライ X は元々が400ですよね。一応ね、デラウマさんに提供いただいた長巻きが結構ありますんで、トライ X でもチャレンジしてみようかなとちょっと思いました。まあ、フィルム写真で12800に到達できるっていうね、ロマンが実はね、欲しかったんですが、もしね、デルタ3200を12800まで持っていったデータがあるという方は、もしね、いらっしゃいましたら、コメントなりね、ツイッターの DM なりにね、連絡いただければと思います。まあ今回はね、ちょっと残念な結果に終わりましたが、まあ、次、またチャレンジしてみようかなと。今度は6400でね、夜の写真を撮ってみようかなと思います。6400あればね、そこそこのスピードでシャッター切れますんで、今回ぶっちゃけた話12800で切ったんですけど、余裕すぎるシャッター速度でね、ちょっと驚きました。こんな速いスピードで切れるんだな、やっぱり、みたいなね。
まあ、レンズがね、F2.8 大三元っていうこともね、もちろんありますけどね。これ高川様からいただいたね、トキナーの大三元ですが、まあ F2.8 でね、ISO12800 だったら結構ね、夜景のね、速いスピードで切れるんだなと感心はしましたが、まあ残念ながら感度は届いてなかったので、今度は6400でチャレンジしてみようと思います。はい、まあ、次、繋がるのか、これ、こうご期待ということなんですけどもね、6400で撮ってね、流浄感が綺麗かったらね、全然ね、6400で、F2.8 だったらお祭りね、例えば阿波踊りだとかねぶた祭りだとか、その辺の写真は結構いけると思うんでね、フラッシュなしで夜の祭りを撮るというね、夢はまだ残っております。まあちょっと無理やりですがね、今日の動画はこんな感じでまとめようと思います。はい、ここからはね、視聴者様のね、作品投稿のコーナーになってまいります。はい、作品投稿のコーナー。今日の作品投稿トップバッターは野上さんですね。おたきさんこんばんは。久しぶりに作品投稿させていただきます。タイトルは満天の星空。機材はゼンザブロニカ S2 にニッコール P75mm F2.8。フィルムは富士フィルムプロビア 100F です。友達とキャンプした時に初リバーサルフィルムで星空撮影しました。録音時間は正確に測っていないですが、だいたい1時間程度だと思います。プロビアはアクロスと同様に相反側付近に強いらしいので、あまり被りとか感じませんね。リバーサルフィルムはスキャンしたものと実際とでは色味が結構違うので調整が難しいですね。余談ですが、撮影時にヤマビルに噛まれました。ヤマビルってまだいるんだな。結構痛いらしいですね、あれね。で、写真なんですけども、これね、結構いい色で写っておりますがね、これ調整かなんかしたのかな。まあ、結構、基本的にリバーサルフィルム、特にね、プロビア、ベルビアはね、やや、サイドが上がっておりますので、まあ、ナチュラルではないんですよね。まあ、調整しなくてもいいんじゃないかなと、特徴を伸ばせばいいんじゃないかと思いますが、調整しなかった写真はどうだったのかっていうのもちょっと見たい気がしますね。ヤマビルってどんなやつなんだろう。でっかいのかなちょっとヤマビルが非常に気になりました。野上さん投稿ありがとうございます。次は今井さんの投稿ですね。中年オタッキー様、今井です。いつも楽しく動画拝見しております。3回目の投稿させていただきます。ジャンク箱でゲットしたミノルとハイマチック S で撮影した写真です。タイトルは顔です。フィルムは富士カラースーパープレミアム400だったと思います。500円ジャンクだったので使えるかの確認を兼ねての撮影でした。思った以上の写りで満足しています。ロッコールの写りはなかなかでした。先日 XD も1000円ジャンクでゲットしたので、ロッコールと、で使えるか試す予定です。ちなみにシャッターは普通に切れているようです。試せましたらまた投稿させていただきたいと思います。残暑厳しい中、お体には留意され頑張ってくださいっていうことですね。ありがとうございます。で、作品なんですけど、これ惜しい。これものすごく惜しいですね。もっとトリミングしたらね、ぐーんと面白い写真になったと思います。これはもうね、被写体の強さなんで、まあ、オタッキーだったらこんな感じにしちゃいますかね。もう縦構図でね、ドーンという感じなんですけど、これほんと顔ですよね。これ、顔を意識して作ったんでしょうね、この倉庫。倉庫っていうか、倉庫ですよね。これ蔵ですよね。昔の人もお茶目な人いるんだな。岩井さんと面白い写真ありがとうございます。次は北野隆さんの投稿ですね。こんばんは、北野隆です。久々に2枚投稿します。今回はお盆の繁忙期終わって久々に撮りに行った写真です。機材はジャンクで購入したオールドコンデジです。ペンタックスオプティオ S60。カメラには、SMC ペンタックスズームレンズ 5.8 から 17.4mm と表記されています。タイトルは1枚目が花畑の中を。2枚目は夏の風景美瑛ですね。1枚目はね、上富良のフラワーランドで撮った1枚。トラクターの後ろにお客様を乗せる客車がいます。雲が多い日でしたが、日が差した時に撮影。客車が見えた方が良かったかもです。2枚目は美瑛町の畑の中の田舎道で撮った1枚です。こういう風景撮るのが好きなんです。カメラはこちらでは滅多に見ないペンタックスのコンデジ
が、箱入りでハードオフに売ってたので思わず購入しました。600万画素のコンデジです。写りはどうでしょう。オールドコンデジにもハマりそう。フラワーランドでフィルムでも撮りましたが、まだフィルム撮り切れてないので、現像したら良いのがあったら投稿します。どうぞよろしくお願いします。ということで作品なんですけどもね、これね、非常にいいんですがね、構図がオタッキー的にはちょっと中途半端かなと思いました。非常にいい写真なんですね。色もいいですし、風景も非常に美しい。2枚目もそうなんですけどね、ちょっとね、構図が中途半端なんですね。これね、美しいものをね、より引き出す構図っていうのがね、求められるものなんで、ちょっとトリミングして2枚出しますね。まあ、1枚目はね、オタッキー的にはね、その手前の花が美しいということでね、空を潰しました。空を潰したらこんな感じ。まあ、空をね、伸ばしてもこの写真いいんですけどね。で、2枚目の方はね、空が美しいと思ったんで、空を伸ばしました。これなんか、Windows XP の起動画面みたいになっちゃいましたけど、でも、それに使われてるぐらいの、構図になってくると思うんで、それはいい写真なんだとは思いますけどね。逆でもいいんですよね、これね。その、1枚目の写真を空を伸ばしてもいいし、2枚目の写真を地面を伸ばしてもいいし、まあ、50-50にしてもいいんですけど、もうちょっと構図が、特に2枚目はね、手前の植え込みの方が映ってしまってるんで、トリミングしたらね、いい作品になったんではないかと考えますが、どうでしょう。まあ、オタッキーのね、アドバイスなんで、半分ぐらいね、割り引いて聞いておいてください。北野さん投稿ありがとうございます。次はタコマルさんの投稿ですね。中年オタッキーさん、おはこんばんちは、タコマルです。8月は猛暑続きで外出する気が起きず、7月に入れたフィルム1本が取り進まなかったんですが、ようやく取り上げたので久々の作品投稿です。タイトルはつぼみ一輪でお願いします。カメラニコン F4S、レンズニッコール QC、オート 200mmF4、AI 回、フィルム、富士カラー100、スキャンソフト、シルバーファスト9、仕上げ D×0、フォトラブ3という、アプリですね。もうすぐ9月ですが、まだまだ蒸し暑い日が続くと思いますので、お体にご自愛の上、お仕事に YouTube に頑張ってください。動画いつも楽しみにしております。ではまたということなんで、作品なんですけど、これ素晴らしいですね。被写体の強さ、浮き上がらせて撮る。まあ、200mmF4 ということでね、非常にいい写真になっております。これね、オールドニコンなんでね、ちょっと暗めに映っていると思うんです。色目的にはね。それがいい感じに出たのかなと思いますね。非常に深い色になっておりますね。フィルムね、富士カラー100ということですけど、結構これいじってあるかもしれないですね。はい、タコバルさん投稿ありがとうございます。次は辰巳さんの投稿ですね。こんばんは、辰巳です。今回は2枚投稿させていただきます。1枚目は妙な区切り方。カメラはニコン F2 フォトミック。レンズはニッコール N オート 24mmF2.8。2枚目は朽ちたインディアン。カメラはニコン F2 フォトミック。レンズはニッコール HC オート 50mmF2.0。フィルムはともにコダックカラープラス200です。なんとなく秋の気配も感じますが、まだ暑い日もあります。気をつけてお仕事頑張ってくださいということでありがとうございます。で、作品なんですけど、1枚目。これ非常に面白いですね。これ駐車枠ですよね。駐車場の駐車枠ということなんですけど、多分歪な地形にね、駐車枠を引いたんですけど、これ着目点がすごく良かったと思います。スナップ写真ならではですね。で、2枚目なんで、朽ちたインディアンということ。これインディアンっていうバイクなんですね。昔のバイクなんですけどもね、もうこれは再生不可能なぐらいに朽ちておりますが、これね、ちょっと構図が中途半端だったかもしれませんね。もっとね、前景を写すか、一部分をドアップにするか、という写真にするともっと映えたかなとは思いますが、まあ、先ほども言いましたが、オタッキーのアドバイスなんで、まあ、割引 50% ぐらいで聞いといてくださいね。はい、今日のね、動画は実はここまでです。やったーやっちまったのコーナー、俺のカメラのコーナーには投稿が来ておりません。俺のカメラのコーナー、送っていただくとすぐに採用されますので、ぜひぜひ投稿お願いします。もちろん、やったーやっちまったコーナーも同じです。で、作品投稿のコーナーもね、今、マッ
ちが4人ぐらいできておりますが、まあ、結構ね、動画のね、本数を増やしておりますのでね、どんどん採用されていくと思うので、じゃんじゃん投稿お願いします。皆様のご協力をいただきながら作っているオタッキーの動画、みんなで作っていこうという感じになってます。はい、今日の動画はね、こんな感じになっていきますね。コダック WX なんですけどもね、次こそはね、高感度撮影成功して、フィルム写真のね、希望につなげたいと思っております。まあ、販売の方をね、一応やっております。ヤフオクでもメルカリでも販売しております。コダック WX で検索したらね、多分ね、中年オタッキーの、ページが出てくると思いますんで、もちろん、そちらで購入していただくのもいいんですけども、ツイッターのアカウントね、中年オタッキー3で購入した方が安価に購入することができますので、フィルムにね、困っている方、1本880円、送料込み、最低で、3本から、ヤフオクとそのメルカリは5本単位で販売しておりますので、ご利用くださいませ。はい、そんなわけでね、今日の動画終わっていきます。高評価、コメントの方ね、どしどしお願いします。コメントの方ね、ちょっとね、忙しすぎてね、全部返せておりません。先週の分がね。そのうち暇を見つけてね、コメント全部返していきますので、もうちょっとだけお待ちください。で、高評価の方はね、ポチッと押すだけなんでね、ぜひぜひよろしくお願いします。で、チャンネル登録なんですけどね、ちょっとね、増えるペースがね、上がってきております。じゃんじゃんね、チャンネル登録を増やしてね、次はもしかしたらね、ニコン F4 のプレゼント来るかもしれないぞっていうね、ちょっと思っていますが、まあできるかどうかはわかんないですが、やっていこうと思ってますのでね、チャンネル登録、6000名でね、一応ね、カメラプレゼントやっていこうと思っていますので、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、そんなわけでね、今日の動画は終わっていきます。また次の動画でお会いいたしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは皆様ごきげんよう。さようなら。